はい、こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日も、元気にカンコレのね、配信をしていきたいと思います。それでは、今日の、作戦の内容から、始めていきたいと思います。作戦名、空母戦力の投入による兵隊戦戦闘紹介。空母を含む有力な哨戒艦隊を編成。西油女地帯沿岸、南西諸島防衛線、南西諸島近海、バシー海峡及び東部オリオル海を戦闘哨戒。各海域の敵艦隊を捕捉、撃滅。各海域の兵隊船の安全を確保せよ。航空母艦1プラス自由枠5として、1-3 西油女地帯沿岸、1-4 南西諸島防衛線、2-1 南西諸島近海、2-2 パシー海峡、2-3 東部オリオル海、ボス戦の各1回を勝利で達成という任務になっております。そして編成の方ですが、空母龍鳳、空母鈴谷、従来層巡洋艦北上と大井、駆逐艦の綾波、水上規模艦日清、以上のメンバーで出撃をしていきたいと思います。金谷さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。作戦終了で艦隊が帰ってきたよ。艦隊が帰投したみたいね。いよいよ、イベントが来週に迫ってきています。知財の方もね、それに合わせて、回復させてきていますけども、おそらく、燃料弾薬14万くらいまではね、回復できそうな見通しですけども、おそらくそれだと、攻略するので、精一杯かなっていうような感じはしています。でもね、攻略するのが第一目標なので、私、水着着てみました。どうでしょうか。あまり見つめないでください。
それではね、今日は、雑談枠として明石さんをね、紹介というか、連合艦隊、直属の、工作艦ですけども、私たちが一番、お世話になっている艦娘の一人だと思います。艦隊に加わるのはだいぶ後になるわけなんですけども、最初のこちらのアイテム屋さんでね、明石さんお世話になりますからね。鹿野屋さん、今回のイベント、堀まで果てが回りそうにないです。そうですよね。ちょっと前回イベントが思ったよりも大規模だったので、おそらくね、ほとんどの提督さんはまだそこまで回復しきってないんじゃないかなっていうふうにもツイッター等を見てると感じていることができます。どうぞよろしくお願いいたします。こんな感じでね、明石さん仲間になる前から、アイテム屋さんっていうことで私たちのお世話をしてもらっていますからね。そんな明石さんのことを今日はちょっと雑談枠で話していきたいと思います。さて、最初に、攻略の任務のチェックですね。ちゃんとチェックして、チェック入ってないのでちゃんと入れましょうね。はい、これで、作戦のスタートとなります。私、水着着てみました。どうでしょうか。では、最初は南西諸島紹介ですね。2の1に行ってみましょう。空母劉邦の本当の力、お見せしたいと思います。一応来週始まるまでにはまだね、時間がありますので、次回も、先日のアップデートで実装された新任務、乾燥法って何気にわびさびよね。作戦準備の第2段階任務、対地対空装備のね、ゲットできるこちらの任務を、次回はやっていきたいと思っています。いくつになっても鈴や褒められて伸びるタイプじゃん。提督、と褒めてね。やりました。先日は、この綾波のことをね、雑談っていうことで紹介をしていましたので、今日は駆逐艦枠に綾波を使っています。気持ちいい。第一攻撃隊発艦。劉邦攻撃隊発艦。お願いいたします。左舷砲雷撃戦用意。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。
撃隊発艦。第一攻撃隊発艦。はい、それでは工作艦明石、提督海軍唯一の前線修理工場として、収益します。井出谷さん、こんばんは。遅刻しました。井出谷さん、こんばんはです。今日もね、見に来ていただいてありがとうございます。本日もよろしくお願いします。簡単な明石さんの、スペックですね、を紹介したいと思います。私の艦載機が活躍したの？やったー！これが空母の劉邦の力なんです。鹿野屋さん、新任務派、期限内のですが、夏限定の指令な任務派、初級者にはハードル高すぎだと思いました。そもそも新人向けじゃないのかな、あれ。そうですね、新しい夏限定の任務に関しては、ちょっとね、欧州艦がね、ちょっと多かったですから、おそらくですけど、今回の任務といいますか、イベントでね、初めて参加される方、そしてそれで、新しく、取得できる、そのことを見越しての新任務じゃないかなというふうに私個人的には思っています。ですからちょっとハードル高いんですけど、それを攻略するためにはやっぱりね、カンムスゲットしないといけないんで、いつもよりもドロップ率がね良かったり、もしくはまだ取得されてない方ですと取得率がね高くなったりっていうのは前回も、前々回もね、ネルソンであったり、フレッチャー、タシュケント、この辺りはやっぱり複数持ちだとドロップ率がねかなり下げられてましたので、まだ未所持の場合は、ゲットしやすいんじゃないかなというふうな見通しで作っているというふうに思っています。私、水着着てみました。どうでしょうか。機動部隊出撃です。立つきで参ります。はい、明石さんの、排水量は、9000トン、ちょうど1万トンにはねちょっといかない、船体となっています。全長が 154.66 メートルですので、駆逐艦よりもやっぱりね大きいですよね。海外艦惚れてもレベリング間に合わないでしょうね。指令な。そうですね、レベリングまでは間に合わないな多分間に合わせるとなるとかなり頑張らないといけないんで、ここはゲットするっていうところをね、モチベーションにしていくんじゃないのかなというふうには思いたいですね。そして、全幅が 20.5 メートル、速力が 19.2 ノットというね、主兵装というか装備になっております。
褒めてね。なのでね、大きさ的には、アグロです。まあ、駆逐艦よりも一回り大きくて、ここです。まあ、軽巡洋艦と大体同じくらいの船体というふうにイメージしてもらえればいいのかなというふうに思います。気持ちいい。第一攻撃隊発艦。気持ちいい。第一攻撃隊発艦。単装法って何気にわびさびよね。そうですね。一応、カンコレ界の中では、まあこの従来層巡洋艦っていうのが、まあ、強、 40門の酸素魚雷が海の強兵種というふうになってますからね。最近ちょっと出番がなくて、そろそろイベントでもね、活躍をしなければいけないこともありましたので、今日は、まあ、主力をね、投入して、いくつになっても鈴や褒められて伸びるタイプじゃん。まあ、戦力のね、提督。確認を兼ねてもいます。金剛お姉様の妹分ヒエです。経験を積んで姉様に少しでも近づきたいです。はい。はい無事に僕をこれで、2つ目の海域が攻略できましたので、感謝いたします。では続けて3つ目、最後はオリオール海ですね。はい、こちら行ってみましょう。出撃です。勝つ気で参ります。うん。明石さんですね。こちらは米海軍の工作艦メデューサを参考に設計あのを屋さん、開始されました最。近入手したファイアボールですが、熟練度上がらんです。同時に上げてるキッカ回の方が早い。そうですか。私もちょっとだけ関西機使ってたりしましたけど、そんなに熟練度上がりませんか。それはちょっと私油断してましたね。あまり使ってなかったんで、そうですか。だいたい出撃3回か4回もすればね、熟練度のゲージが増えていくっていう感じはするんですけど、中にネームドの関西機だったりすると、第一攻撃隊。なかなか回数がね、かかったりしたりもしたし、あとは、まあ、局地戦闘機の、まあ、周水とかね、あの屋さん、あのあたりもなかなか連度が上がらなかったんで、 40門の酸素魚雷が伊達じゃないからね。まあ、この場合は、関西機に関しては1回連度が上がってしまえば、もうまあ、下がるっていうことが、まあ、撃墜されることがね、少ないですので、まあ、それでも貴重な情報をありがとうございます。ということであれば、ちょっと劉邦の力なんです。出撃回数をね、増やして用意しておきたいですね。ヒ素だ。お前に最高の勝利を与えてやる。はい。そして、船体は先ほどね、9000トンあるというお話をしたんですけども、その船体の中に、5台の
電動クレーンとともに、本艦の大きな特徴となっている、114台にも達する最新の各種工作機械が装備されています。その中には、ドイツ製の最新型も含まれていたそうです。やっぱり先制攻撃は、大正義ということでね、反撃をする間もなく、前進をするっていうのが、時間帯の被害を最小限にね、食い止める最大の手段になりますからね。明石さんは、佐世保交渉において竣工、そして連合艦隊へ編入されていきます。約35万件。鹿屋さん、制空11は飛び抜けてるわけではないですが、米空母につくボーナスが見過ごせないですから、ファイアボール。そうですね。おそらく活躍するね、機会がやってこようかと思われますね。後半回帰になればなるほど、制空地がね、厳しくなっていきます。今年の多号作戦でもね、道中の空襲、3回乗り越えてようやく戦闘開始みたいなねなってくると、それでいてボス戦においては艦上攻撃機、手数ですね、それも戻すことができないですから、少しでも制空値を上げるためにはね、ファイアボールも有力な戦力となってくれると思いますね。無事に母校に戻ってくれました。よかった。関西機の補修も感謝いたします。空母劉邦の本当の力、お見せしたいと思います。はい、それではね、続いての艦隊になります。劉邦と、鈴谷はそのまま変わらずで、ここから駆逐艦の、岸波、浜波、巻波、そして沖波の、第31駆逐隊、こちらの艦隊の編成でね、攻略の方をしていきます。ここは1の3でいいな。では1の3いきましょう。はい、空母劉邦の本当の力、お見せしたいと思います。はい、そして連合艦隊へ編入されますが、約35万件にも達する年間修理工数のその4割を負担できる能力を持つ明石、すごいですね。年間35万件も修理する案件があるということはね、その4割を賄えるということですから、やっぱり期待も大きかったということだと思います。開戦後、トラック島へ進出をします。ここが、前線基地として、損傷した修理をね、その能力を遺憾なく発揮をしていきます。もしね、この明石さんがいなければ、ソロモンの戦いはね、さらに苦しいものになったであろうというのは
想像に難しくないと思います。褒めてね。そして、昭和19年の3月30日、磯波とパラオの西水道付近で、米艦載機の空襲に遭遇、大破着底ですね。ですから、本当に米軍の反撃が始まったところで、叩かれて、しまったわけです。もちろん、この明石のようなね、艦が多数建造されていれば、継戦能力にね、大きな違いが出たことは言うまでもないんですけども、艦隊決戦による、短期戦を目指していたものですから、予算の大半を、主力艦に回していました。一応、商船改装工作艦を作る計画はあったそうなんですが、工作艦の隻数の増大、すなわち後方を重視して継戦能力を増大させる発想は、帝国海軍には持ち得なかったというのは、やはり国力をね、一機しか作れなかったというのは、もうそれが全てではなかったろうかというふうに思われます。これもね、よく言われていることですけども、後方を重視する米海軍、明石山を最重要攻撃目標に狙っていたということなので、反撃した早々にね、叩かれてしまったというのも、当然といえば当然というわけなんですよね。そんな明石さんですけども、最近のイベントだと、ルート固定要員として出撃することも稀にありますけども、道中で損傷した時の白紙修理といったね、能力も持ち合わせています。艦としての戦闘能力はもうお察しの通り本当に高くはありません。でも戦闘をね続けていくためには、修理や整備がね必要になってきますし、白地修理ができるようなね長い道中、おそらく1箇所くらいはいつもイベントでね用意されてきてる傾向があるので、あんまり過度にレベル上げはしなくていいと思うんですけども、近代化改修とかはねきちんと終わらせておいて、いざ出撃する機会がね来た時にはぜひ活躍させてあげたいですね。機動部隊出撃です。勝木で参ります。鹿屋さん、あんまやらなくなりましたね。やっても大抵秋津島で白地修理。そうですね、秋津島にも、修理能力がありますからね。艦を比較してしまうとそんなに大差ないように見えて、秋津島の方が回避能力が高い。あとは戦闘能力が若干ですけどねありますので、その分、第2艦隊しか修理できないというね欠点があったりします。明石の場合は第1艦隊もね修理する能力が持ち合わせているので、そこの使い分けでしょうね。第1艦隊の方はどちらかといえば被害がねそんなに受けづらいんですけど、第2艦隊の水雷戦隊は、艦隊の盾となってしまう。特にね潜水艦によって
ダメージを負わされるケースがよくあるので、ケースバイケースですね。主力艦、万全の状態でね、行かせたいとなれば、明石さんの出番も来るのではないだろうかと。そういった時にはできれば、道中のね、空襲マスをね、なんとか切り抜ける、できればあんまり強力な、部隊を配置してもらわないでいただけるとありがたいですね。空襲だけはね、推薦のつけて制空補助の差が大きい。そうでしたね。推薦が積めますから制空値が稼げるっていう技も使えますからね。なんだ、秋津島は優秀じゃないかと思われますけど、それは本当にあくまで明石さんと比べての話なので、あまり過度な期待をしてはいけません。本当にね。いやだいぶね、前回の仲間となってくれた巻波も連度が78まで上がってきてるので、イベントまでには80くらいまでかな。鈴波も同じくらい上がってますからね、活躍させられるんじゃないかと思っています。はい、明石さんの雑談の方は、こんな感じで、させていただきましたが、いかがでしょうか。ここからはね、今日、京都は特別関連性はないんですけど、硫黄島のことをね、ちょっと話そうかなというふうに思って、用意しました。はい。東京から南へ、1200キロ、サイパンあるいはグアムのある航路、中間地点にあるのが、硫黄島ですね。太平洋戦争の末期の昭和20年、マリアナ諸島の発信地として、超重爆 B29 による本土爆撃が開始されていたとき、中継基地として格好の硫黄島を奪取すべくデタッチメント作戦というのがね、発動されます。鹿屋さん、補助艦にして破壊した亀の秋津島。それを上回る回避と豪運持ちの宗谷。うまいこと使ってあげたいところです。そうですね。カンコレにおいては、実戦ではね、それほど期待されただけの戦果を残すことはできなかった艦が多い中で、補助艦と呼ばれる、工作艦、特に水上規模艦というのはね、非常に重要視されているように思います。それに合わせてね、マップも作り込まれているような感じがするので、連動上げはね、欠かさずやっておきたいですね。はい。という感じでしたけども、今日のこちらの空母戦力の投入による兵艦戦紹介任務ですね、攻略できましたので、任務の受領をしていきたいと思います。最初の選択の方は、こちらの航空
新型航空資材ですね。はい。そして次の報酬の方は、熟練搭乗員さんですね。こちらをゲットしていきたいと思います。燃料600、鋼材600。新型航空並走資材。そして熟練搭乗員さんがね、またゲットしまして、いよいよ出撃任務もこちらの第2段階任務のみとなってきましたのでね、こちらを、次回はね、攻略していきたいと思います。先ほどからね、紹介にあったキス島ですけどもね、スペックのところはあまり、クローズアップすると、駆逐艦よりもちょっと弱かったりするんですけど、回避がね、70というね、数字が出ています。これは、普通の艦に比べるとちょっと低いんですけども、それでも、水上規模艦として運用する上ではね、高い数値だと思われます。水上規模艦みずほ大好評的母艦日清ほい酒の抜病じゃ比べていくとね、みずほが、今この状態で回避が45と、搭載機数は全然違いますけども、キス島の方が 1.5 倍ほど回避が高いと。そして日清に関しても、これと同等のね、回避率7、日清ちょっと75で数字出てますけども、これは補正が乗っての状態のこの数字なので、装備外しちゃうと、73、そんな変わんなかったな。くらいね、高速走行できるカンムスとね、ため張れるだけの、能力はあるのでね。特務艦宗谷抜病します。そして、宗谷もね、ちょっとね、耐久走行はかなりきついんですけど、それでもまだ回避の方はね、60台キープして、なおかつ、運の値がね、非常に高いですから、活躍できる場が必ず、作ってあげたい。そんな感じですね。それと一応連動が今70まで上がってましたので、今日はこのまま、改装の方もね、していきたいと思います。特務艦宗谷抜病します。弾薬は、0ですね。鋼材の方が380消費しての改造。あとは、こちらの高速建造材5、開発資材5も必要になりますね。了解しました。運用してみます。はい。ということでね、こちらの、再評価の、バージョンに、グレードアップしましたね。さらに改造できるのか。その前にちょっと、こちら見てからにしよう。なるほどね。東大と書かれてるんですね。そうや。よくお似合いですね。はい。それではね、
今日紹介するもう一つの、話題ですね。2月の16日から3日間にわたって、猛烈な空襲と艦砲射撃を浴びせた後、19日、6万1000人の戦闘員を上陸させて、守備する日本の兵力は陸海合わせて2万1000弱。この時点で米側は事前の攻撃の効果を大と見て、上陸から5日で全島を制圧できると考えていたそうです。鹿屋さん、そうやは、こないだ5-5中華で、ルート固定に活躍してくれました。大型バルジガン積みでしたけど。そうですね、ルート固定で、下回りですよね。ちょうど、私もいつも使ってるルート。補給艦ですとね、早水でもできるんですけども、なかなかね、あそこで使うと、途中で被弾するケースが多いんですが、やっぱり運の値がね、高いっていうのはかなりポイント高いんで、私も次行くときは、宗谷のね、活躍、第2次三門海域でね、やってみたいですね。はい。東西約 8.3 キロ、南北 4.5 キロの硫黄島の総面積は22平方キロという、小島ですけども、南端に隆起した標高170メートルのすり鉢山から眺めを見渡せば、地形のあらかたが視野に収まります。その強愛な地形に戦艦8隻を含む70隻以上の砲撃艦隊で、むしろ随伴地区より耐えてました。そうや。無数の艦載機、随伴の駆逐艦よりも耐えていたということですが、やっぱりね、カンコレにおいて、エンドコンテンツとも言える運の値、これを上げるのはね、ちょっと容易ならざるところがありますから、初めからそれを持ち合わせている宗谷はね、やはり強カンムスということになりますね。前回のイベントでもしね、ゲットできなかったとしても、早めに、運営さん、またね、機会を設けるというふうに明言してましたので、ぜひね、次回のイベントでは、会えることをね、そういう機会をぜひ用意してあげてくださいというふうに強く思います。はい、そして、P29 の大編隊が、砲弾、銃撃、爆弾の雨はあられを降らせて、地上にはね、もう一切合切の、外見が変わるほどの爆災を行ったわけなんですが、そういうものを見れば、占領までね、5日もあれば十分だろうという計算は無理からぬことだったと思うんですが、それはね、ほんの見せかけの破壊でしかなかったんですよね。米軍が叩きに叩いたのはあくまで硫黄島の表面であり、日本軍の主力は地下に張り巡らされた総延長1万8000メートルに及ぶ洞窟陣地にこもって無傷のまま残っています。そこから始まった戦士に名高い硫黄島の死闘は以後1ヶ月以上にわたって繰り広げられ、組織的戦闘が終結する3月末まで米軍の死傷者は28,686人というね、大変な、死傷者を出していきます。
日本側のある指揮官は、敵は地上にあり、味方は地下にありとね、戦闘の様子を報告していたそうです。わずか22平方キロの孤島で閉鎖された軍隊がかくも長期の効果的な抗戦を持続し得た事実、まさしく脅威としか言いようがありません。聖兵の滅私的奮戦なくして実現できなかったのはもちろん、血のりを最大限に生かした知略の成果でもあったと思われます。現在でもね、妖刀に行くっていうことはちょっとなかなか難しい。何かのなんていうかな、慰霊祭とかね、そういった機会でなければちょっと行くことができません。なので今でもね、その激戦の日々の過ごした将兵の、生活の後、戦闘の後であったりね、物品が残されているそうです。終戦からもう半世紀以上経っておりますけど、ここには1万人以上のね、霊が眠る、この事実を今一度、忘れないでほしいなということで、今日はちょっと妖刀の話をさせていただきました。本当にね、この島には港というのがないものですから、物資の輸送とかするにしても、空輸か、あるいは、揚陸艦みたいな、水陸揚梁できるようなものでないと、乗り上げることができなかったりして、非常に攻略しがたい島だと思います。昭和46年、日本軍の戦没将兵のために建立された慰霊碑が、海軍北地区の指揮所となった、天山郷といったところがね、あるそうなんですけども、ちょっとね、伺うことはできないかもしれませんけども、そういった、歴史をね、忘れないでいてほしいなというふうに思います。はい、それでは、今日の何の日コーナーをね、やらせていただきたいと思いますので、少々お待ちください。鹿屋さん、硫黄島守備司令官の栗林中将が、それまでの玉砕戦術を戒めて、持久防衛戦術に努めるように命じたそうですね。そうですね。実際の、もう開戦においてはね、戦う手段がもうほとんど特攻に頼るより効果的な作戦がなかったのは、否めませんけども、陸戦においてはまだまだ戦う余地はねありましたから、できることなら、それでもね、本土が戦場にならなくて、なっていたらもうね、大変な持久戦になっただろうというのは想像にしがたい、想像できるところだと思われます。ぜひね、忘れないでいてほしいですね。
それではね、今日の、何の日のコーナーを始めていきたいと思います。今日の紹介するのはこちら。題名のところ変えてなかったな。ごめんなさい。ちょっと今直します。はい、本日紹介するのは、キノコの山の日、8月11日となっております。皆さんも、大好きなこのお菓子、日付はチョコレートの部分を縦に並べると8に、クラッカーの部分を2つ横に並べると11になることから、国民の祝日山の日に合わせて山の名の付く商品に親しんでもらいたいからということだそうです。昭和50年に誕生した2種類のチョコレートとサクサクしたクラッカーの絶妙な食感が人気のキノコの山をさらにね、多くの人に味わってもらうことが目的だそうです。今日はね、それに合わせて、キノコの山買ってこようと思ってたんですけど、すっかり忘れてしまいましたので、明日買って食べたいと思います。2020年の、昨年ですね、開催予定でありました東京パラリンピックの影響で、国民の祝日の山の日が8月10日に移動することから、2020年に限り8月10日をキノコの山の日2020として追加で記念日に制定しました。しかし、東京オリンピックのパラリンピックはね、新型コロナウイルスの世界的流行を受けて、本年に開催が延期されて、これに合わせて2021年に限り国民の祝日山の日となる8月8日をキノコの山の日2021として記念日を制定したそうです。本当にね、歴史というか何が起きるか分かりませんね。そして、キノコの山とタケノコの里ですね。こちらは明治のロングセラー商品ですが、同社は山と里の入れ替えたキノコの里、タケノコの山というね、名称も商品登録を行っています。これらは実際に商品があるわけではありませんが、類似品が出回るのを防ぐためであり、特許庁により問題なく登録されているということで、そういったね、商標するための、記念日もね、用意されているそうなので、本日は、キノコの山の日8月11日、こちらを紹介させていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。食べたくなってきたんじゃないかな。
ということで、本日もね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。任務の方も残すところあと一つということになりましたけども、予定では、今週の土曜日14日の8時からまた、配信をしていこうと思います。たけのこの里葉記念日あるのか気になりますね。そちらの話題ですね。ですね、こちらのたけのこの里はですね、記念日は、3月10日がたけのこの里の日となっています。これはたけのこの旬が3月で、またいでやさん、お疲れ様でした。とが中、里という語呂合わせから3月10日がたけのこの里の記念日になっております。ちょっとね、時期がもう過ぎちゃったので、また来年でもこの時期が来たら紹介したいなと思います。ということで、たもん丸のカンコレ、たもん丸です。だいぶ暑さもね、収まりつつありますけど、なんだか、低気圧が停滞して大雨になるというね、予報が出ておりますので、天気予報きちんと確認をして、危険なところには行かないように、そして次回もね、この放送でお会いいたしましょう。それでは、これで失礼いたします。かのやさん、お疲れ様でした。また次回もお会いしましょう。じゃあね。